ティーズスカイライン2。消失したリアル駿府城を現代に復活させんとするも西洋の城を建ててしまった我らのネオ静岡。そして新たに貨物港を建設するも、よどみなく搬入出してもどうにもならずお手上げ状態。色々と模索して最適な貨物港を完成させるぞと意気込みゲームを起動したらロード中にまたマイルストーンがアンロック。おめでとうございます。物事がうまく運んでいます。やかましい。で貨物港の混雑どうしようかと悩んだ末、これルート減らせばいいんじゃないかと思い至る。ただいま東と西で輸出輸入の4ルート。とりあえずルートすべて削除して様子見これで搬入の車は減るかな？航路ゼロの状態でこれか。保管済みの在庫の搬出だけでも大混雑だな。まだ設定したばかりだしとりあえずもちっと様子見。そしてしばらく様子を見ていると、ふわー。貨物港の中からも車が湧いとる。貨物港の配達トラックかな？ただでさえ混んでるのにこういうのもあるのか。ある程度時間を経過させたら車が減ったので、東からの輸入だけルートを再開。これで現状輸出入だとキャパオーバーする貨物港が、輸入のみなら大丈夫かを確認します。1ルートのみ貨物港がちゃんと機能するなら、複数貨物港を作ってルート分ける作戦である。さて結果が出るまで暇だし、ネオ富士山でもいじりますか。現在季節は夏、木々が見えるようになってがぶり頭みたいでキモい。やっはー、スキンヘッドになれー。富士山山頂に木々は不要。今度は真っ白すぎる気がする。富士山って降雪直後以外は、雪あるって言っても山頂付近なんだよな。じゃもうちょい土の部分を増やすため造成工事だー。現場関東多く、ここなんか掘れねえっす。なんじゃこりゃ？モアイでした。なんで静岡にモアイがあんだよ。とりあえずネオ駿府城前に設置しときましょ。新たな観光名所が誕生した。なお、ネオ富士山の緑地部分造成は失敗。平坦化して徐々に傾斜をつけようか。色々な手法でアプローチし、美しい富士山を作ろうと模索した。結果がこのざまである。だーもう、全然綺麗な富士山が作れーん。巨大な造成工事が思った以上に難しく舵を投げた。さて気を取り直して貨物港の状況を確認。ってあれ？小型車が紛れ込んでる。貨物港に通勤してる人じゃね？いや違う、こいつ強盗だー。うわマジかよ、食用強盗犯行実行中。そしてしばらく様子を見てたら、建物から飛び出してきたぞ。高圧的な態度。強盗犯、生きっております。フォローに追加した、追跡して逮捕してやれー。しかしこのシンディ・コープランドは、このまま逃走し街を去っていった。この後の彼女の行く末を知る者は誰もいない。怪盗シンディがあなたの街にもやってくるかも？危険な強盗犯なのでご注意ください。輸入を再開した貨物港はご覧の通りの大盛況。ルートは輸入1ルートだけなのに、これでも渋滞寸前まで車来ちゃってるぜ。ゲーム内1時間ほど様子見たら、一応混雑は解消された模様。まあ混雑する時間帯が終わっただけの可能性もある。てなわけで輸出も再開して様子見開始。少し経ったけど車両の数はさほど変わってない、気がする。気がするだけかよ。文句言うなら交通量調査のバイト雇ってよ。自分で数えろ。ごらー様、無理な割り込みをするなー。一列に並んでるのに他の車線に移って、無理やり割り込むとはマナー悪すぎだぞ。こんなんどうしようもないよ。で少し時間を待ってたらゴミが溜まってるのが目に入った。そういえば初期の焼却場一つ建てただけで、今まで何もしてなかったな。てなわけで追加の焼却炉を、アップグレード。処理速度が 1.5 倍強化、これで当分なんとかなりそうだ。その後も貨物港はいい感じで稼働してたので、貨物港を複数作れば大丈夫そうと判断。貨物港を増やして西側のルートも確保するぞー。ここを暗に改造してネオ清水港を作りたいけど、町から離れすぎなので他で作ろっと。貨物港の航路は重なるみたいだから、既存の貨物港の横並びか向かい合わせもいいかもな。先に作った貨物港の道路いじるのが面倒。リアル静岡の持宗港のあたりに新たな港を作るぞー。リアル持宗は漁港だぞ。気にしたら負け。何の勝負だよ。まずは綺麗な護岸が完成。こりゃめっちゃ金かかってそうな見た目だ。そして護岸が邪魔で貨物港が設置できぬ。類まれなレベルの残念能であった。結果泣きながら護岸の大半を破壊。泣きたいのは住民の方だろ。無駄な公共事業しやがって。ごめんちゃい。気を取り直して再工事して貨物港の建設が完了。奥に渋滞アイコン出てるぞ。ゲーム開始時からあった既存の道路か。
ケチって壊さず使ってたから断崖絶壁。ここでアクセル踏み込むのは心臓に悪そう。だな。適当に繋ぎ直し渋滞解消。これなら断崖絶壁の恐怖もなかろう。国会議事堂がすぐ隣にあって存在を思い出し、資金に余裕できたし久々に稼働。資金がしれっと1億7000万まで増えておる。さてネオ持宗港を稼働させるには、高速インターチェンジの刷新が不可欠か。こりゃかなりの大規模工事になりそうだ。一度壊したら同じように繋ぎ合わせられる自信がないよ。ガンガ既存のジャンクションじゃダメ？でかすぎです。ぐぬぬー。だーもう、こうなったらやってやらー。今まで適当に作ったツケが回ってきたな。走行中の皆様にはご不便おかけしますが、サイコキネシスをご利用の上道路にお戻りください。いやそれご不便ってレベルじゃねえよ。皆さん準備はいいですか？ふわー。一部瞬間移動で朱印したけど、無事移動完了。こいつら車いらんだろ。で撤去した東名高速を敷き直しました。次はここのジャンクションの作り直しだな。あいよ。そして新たな工法を取り入れようと試行錯誤するも、うまくいかず結局前とほぼ同じ形に。よってジャンクション工事は全カットだ。こんな感じになりそうろー。左右しっかり曲がれそうだな。これ作るだけでも結構しんどい。まだインターチェンジの工事が残ってるぞ。ぐえー。この大きさなら既存のクローバー型でもよかったかも。おい。これはこれで問題ある形だから、ここの交通量さばけるか怪しいしまあいっか。ちょっと気を抜くとすぐ渋滞するしな。そしてちまちま学園都市のインターチェンジ工事を開始。地下道とかもあるけどミスるなよ。へいへい。でこんな感じで接続完了。無駄に長いランプが伸びております。急な傾斜を避けてたらこうなった。お次は商用区のインターチェンジ工事。渋滞の元となるラウンドアバウトはお気に入りなので、こちらはそのまま利用します。謎のこだわり。しっかり繋げました？疑問形かよ。いや繋げてくうちにどんどんわけわからなくなってきたよ。でも多分大丈夫。長時間の道路工事で頭がバグってきた。でお次はこの断崖絶壁をなんとかせねば。これ繋げるのは骨が折れそうだ。ネオ富士山造成でいた経験を活かし、平坦化で段々を作り平滑化で傾斜を成形。おお、無駄作業と思われたエセ富士造成が役に立ったな。エセ富士言うな。綺麗な斜面ができそうろー。よかったな。でも気に入らず結局擁壁で囲った。私のよかったなを返せ。さあせーん。こんな感じになりそうろー。お、気温が上がって伊勢富士山の積雪がいい感じになってる。今が造形するチャンスだぞ。さすがに今やる気力はない。こいつ長時間の貨物港工事で精神が摩耗しきっておる。さて貨物港への接続工事に着手っと、今回は一般道の上に高架の高速道路敷設にチャレンジ。コメントでよくおすすめされてたやつだな。ギリ届くけど傾斜がやばい。絶壁にしたお前が悪い。さすがに傾斜20度は看過できない。道路構造例の 12% を遵守するのだ。とはいえこの高低差、どうしたもんか。ロープウェイが欲しくなるぜ。そして悩んだ末完成したのが、この法令ギリギリ高架道路である。イニシャルが D の人が深夜に爆走しそう。危険運転はおやめください。危険です。コースアウトしたら地獄行きだぜ。そんで下の一般道も適当に接像を置く。しっかりやらないと渋滞で偉いことになるぞ。まあいろんな方向から出入りできるようにしてるよ。トラックの出口付近は高架の高速にすぐに乗れるように配慮しました。三つ股に分かれてて高速の上りと下りはわかるが最後の一本はなんだ？飾りです。おい。地面の道路複雑にしすぎて、高速の高架の土台となる橋脚が置けない。お前が飾りで道路増やしたりするからだろ。アンダーパスが複雑になると、高架道路以外と敷設難しいであります。結果しつこく高速式直しを繰り返しゴリ押しで工事成功。ちょびっとガタガタになっちゃったのはご愛嬌。そしてインターチェンジにつなぐために、高架の下を縫うように地上部分の道路工事。上から見ると工事しにくいので、慣れない横からの作業だぜ。ここ狭すぎー。高い層道路群とかやばいの作れる人もいるけど、これがうちらの今の精一杯だぜ。道路の世界は奥が深い。そして高速部分の末端は面倒になって、急カーブで繋いだ。これにはイニシャルが D の人もにっこり。ドリフトは許さんぞ、道路が削れる。危険運転ダメ絶対。でやっぱ末端で閉じちゃうのも不便かと思い、河川道路に繋がる出口だけやっつけ仕事で不成立。ついでに東名高速にも繋げといたぜ。これ見てネオ持ち胸高、完成だー。
高速の作り直しもあり、結構時間かかっちまったな。まあ動画の投稿遅れたのは、戦国小町のナロー版の小説最初から読んでただけだけどね。おい。てかまだ当ててないけど新しいパッチ、1.0.18F1 の不具合多いっぽいしばらく開発止めようかな。産業が偉いことになってるとかで、フォーラムも荒れまくってるし悩むぜ。さて時間を進めて確認しつつ、最適化工事合流部分の車線数とか合わせとかないと、変な割り込みが増えちまうから気をつけろ。かしこまりそうろ偶然 CO バスが貨物港に迷い込んでたので追跡。CO は開発元のクロスオーダーリミテッドの略かな？絶壁カーブもスイスイ登っております。ちょっと車体傾いてたから強風の日は事故りそうだな。よどみなく流れるジャンクションに思わずにっこり。一見ごちゃごちゃに見えるけど、車線数とかも色々考慮するとこうなっちまうんだよな。これが今の私にできる最高の最適解であります。最ですか。で持ち旨の貨物港は西輸出と輸入で、左右各1ルートで設定しました。1ルートだけなら負担少ないしなんとかなるかな？てかこれ以上貨物港に負担かけない方法思いつかないし、それもそうだな。ちなみに東の輸出輸入両方ルート指定した最初の貨物港はこんな感じ。相変わらず無理な割り込みしとる。一応ギリ対応できてる感じ。ネオ持ち旨港も混んでるけどギリセーフな感じかな？あ、車事故ったぞ。危な、危うく詰まるところだったよ。事故車を避けて貨物港にお入りください。ではネオ持ち旨港が稼働し拡大するメトロポリス認定されたところで今回はここまで。多分シティーズ少しお休みして別ゲーやりますが、そのうち復活すると思うので気長にお待ちくださいませ。新たな怪しいパッチの配布に心が折れ、一旦都市開発を凍結させることにしたレイム。意外とあっさり再開するかもなので、続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。まあキリが悪いから鉄道なしで10万都市くらいはやりたいね。だな。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。